今日は展示に向かったり来春に向けての葉刈り、この程度全体が伸びましたね。この木に対しては来年春本鉢への植え替えをしてですね、仕上げが終わりたいというふうに思っておりますので、ご覧いただきたいと思います。この目切りもですね、上だけを目切りをしたものもございますね。それはどうしても樹勢のバランス調整ということで、ここの辺でもう一つ注意しておきたいことは、こう出てるところを今切ったんですが、出てないところがこう中へこういうの、これも切っといた方が中からの風通しが良いので良くなるのでっていう、今このままにしとくと風通しが悪いんですよね。上だけを切るともうこれ以上切らなくてもいいような関係と思われますので、この中の方から風が通る通気性が良くなるという、その辺も考えて切っていただければ一番いい。ただ芽を切るだけじゃなしにですね、空気の流れですね、この中からボーンとここで塞がっちゃう気配があるので、その辺も考えながら一つ切っていただくと幸いです。この辺が特にそうですね。ここが一つ枝がこれから発生します。しっかりした明確な枝が発生しますので、ここを枝を見せたいわけなんですよ。樹形として私は丸くってもいいと言われる方はそれでいいんですが、樹形が大きくなってくる場合はここで段をつけてですね、はっきり枝を強調するということが私は必要じゃないかなと。これは人によって美的感覚とかその樹形のこれでいいんだという、石灰ヒノキは、丸くってもいいんだという方は別ですが、私はここで一棚明確にしておきたいと思います。一棚っていうのか一枝ずつですね。樹形っていうのはそれぞれ、盆栽作家、盆栽を作る人は、いろんな思いがあって、作られると思いますが、これでどうですか。それからもう一つここにありますね。これを徐々にしていくんです。そうするとこの一番最後、本当はこれを針金をかけるというのか、4月の段階ではもっとこれが弱かったはずですが、ここを軽くしたために今度強い枝になってきましたね。その辺ももう分かっていただけるように今この刈り込みをやってご覧いただきたいと思います。同じような上と同じ積み方で結構ですが、まだ上ほど混み合っていませんのでね、下の方は。その辺で無理やり
まだ弱いのを切り込むっていうのもあまり良くないんで、まあ下の方は軽めでいいんですよ。また2年3年後にというかそういう時にはこういうチャンスでだんだん作っていくということですし、あまり薄くする必要もないですね。まあこんなことです。この辺はね。で、この辺の上の方の枝は多少は、こちら下よりは混んでおりますが、あとまあ混んできたね、みんなね。一番これが正面ですので、ちょっと正面を、正面はこの棚を作る前に、まあ、ここが正面だということは、決めるわけなんですが、正面の作り方は、ここが多少半分ぐらいまでで結構ですが、上まではちょっと無理ですので、この芯が見える、木が見えるのが一番正面は綺麗ですね。ここまでガーッとここら辺の枝があるとまあ木が本当にまっすぐなのか曲がってるのか分かりませんので、これはまっすぐだよというような意味も兼ねてですね、直感の場合これぐらい前開けます。あまり開けすぎるのもいかんですが、まあこういう臓器としてはこれぐらいまっすぐ開けて、作った方が、直感らしく見えますね。盆明けから急に涼しくなりましたね。各新芽がいろんな樹種伸び出しております。芽をまあ成長させるというかね、そういうところで今頃からまあ8月9月せいぜい臓器でも9月の上旬で私は終わるようにしております。樹勢が、この場合石灰ヒノキの場合特に上の方が強いんですよ。そのために上の方だけ一度上の方だけを葉刈りをするというようなこともやる樹種もあります。石灰ヒノキが全部やるんじゃなしにですね、様子を見ながら、これは上だけをカットした方がいいかなという条件を判断して、処置をする作業ですので、どうしてもやらなあかんというものではございませんので、この作業がね。ハサミはですね、皆さんにご覧いただくたびに、変わるような状況ですが、まあその辺はどんなハサミでも結構ですが、先端がこう研ぎ取ってよく切れるハサミですね。その日の一番よく切れる先端が尖っててよく切れるハサミをここで使いますので、メーカーを知りたいとか、どうしてそういうのを使ってるんだって、なんか変えるんだっていうようなご質問もあるかと思いますが、大きな条件はありませんので、よく切れればいいというふうに捉えてください、皆さんの方もね。
それまあ最後頃になったんだけど、この枝とこの枝、まあこれが一番下の方にあるかね。でこの枝でもまあこの辺よりは樹力が弱いんですが、この弱い枝ながら前の方、この辺ですね、この辺の方は中よりは木の力は強いんで、こういうふうに長いの出てくるでしょ。先端の方ほど、これは植物はみんなそうですが、先端は強いっていうのか、弱いって言われながら力は持ってるから、まあその辺で、先端の方は強く切ってももういいと、ね、そういうことです。で、まだ中の方はちょっと弱いと思ったら軽めに切ってください。軽めに切ればまだ、もうあと1年か2年かけてこちらを充実させると。この一番下の枝は、もう1年後に充実させても別に無理をする必要はないかなというふうに思います。まあその充実して最後の時期に来たら、まあみんな一緒の刈り方で、十分いけるな。それで最後こういう下の方ですね、こういうところも見ながら、仕上げはこういうところも仕上げてほしい。でこの中の方ですね、中の方の枝、特に中の方の枝をね、見るにはこうして見るんですよ。でこうやって見て、この辺、幹と枝との分かれとか、この辺は切っといた方が幹がしっかり見えますので、こういうとこの枝、この辺ですね、この辺もできたら切った方が、幹がすんなり見えますね。この辺ですから、幹をきれいに見せるにはこういうところが邪魔がないように。ですか。はい、あとはだいたいこれで、こういうところですね。最後は飛び出しがないかどうか調べて、よし、これ
だな、まあ、もうちょっとこれか、この方にはい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 、終わりましたよ。一応これで、この木は春までこの状態です。まあこれからはそんなに伸びないんです。この傷口が今カットしたこういうとこですね、これが隠れる程度の傷ですので、傷っていうのか伸び具合ですので、もうそんなにきれいに、春は揃った状態で仕上がり、鉢に完成の化粧鉢に終わります。それであとこの針金はですね、まあ秋ぐらいまでには外します。外して来年、まあ本鉢にあげる。まあ秋過ぎればこれはあってもなっても一緒ですね。ですから9月か10月ぐらい、10月には外します。この針金、引っ張ってる針金がね、そういう状況です。以上です。